今回はテンツのルールを説明します。パズルを解きたい方は動画の説明欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは左側にあるプレイヤーの説明から始めます。操作方法は1ボタンにしていて、入力モードは自動に設定しています。矢印を見てください。マスの上でボタンを押すと、マスにテントが置かれます。もう一度ボタンを押すと小さな点に変わります。さらにもう一度ボタンを押すと白マスに戻ります。木がある隣のマスにテントを置いた状態で、ボタンを押して木とテントの間をスライドすると、線で結びつけることができます。もう一度ボタンを押してスライドすると、線を消すことができます。入力モードを自動から×印に切り替えてみます。この状態で木があるマスの辺の上でボタンを押すと×印をつけることができます。もう一度ボタンを押すと×印が消えます。入力モードを自動に戻します。以上で操作の説明を終わりにして、次にルール文を読んで説明していきます。1、おのおのの木に対して縦横に隣り合ったマスのいずれかにテントを1つずつ配置しましょう。まず、テントは木から離れたマスに配置してはいけません。また、木の斜めにあるマスで木と隣り合っていないマスにテントを配置してもいけません。次に、それぞれの木に対して1つのテントを配置する必要があります。例題の盤面では全部で6つの木があるので、6つのテントを配置しないといけません。ルールの2を読んでいきます。テント同士が縦横斜めに隣り合ってはいけません。テント同士は横に隣り合ったり、縦に隣り合ったり、斜めに隣り合ってはいけません。3、盤面の外の数字はその列にあるテントの数を表します。盤面の上にある数字はその縦列に配置するテントの数を表しています。同様に盤面の左側にある数字はその横列に配置するテントの数を表しています。以上でルールの説明を終わりにして、ここからは例題を解いていきます。まずは数字の0がある列を見ていきます。この縦列はテントが0個になるので、テントを1つも配置してはいけません。わかりやすくするためにテントを配置してはいけない場所に小さな点をつけておきます。ここで木から離れていてテントを配置できない場所にも同様に小さな点をつけていきます。一番左上にある木を見てみます。この木の右側には小さな点があって、テントを配置することができないので、下側にテントを配置します。テントと木を線で結びつけておきます。次に数字の1がある横列を見てみます。先ほど配置したテントが1つあります。これ以上テントを配置すると、数字とテントの数が合わなくなるので、同じ横列にある2マスに小さな点をつけます。一番右上にある木は左側にしか空いているマスがないので、テントを配置して木と結びつけます。一番左下にある木も左側にしか空いているマスがないので、テントを配置して木と結びつけます。次に数字の2がある列に注目しながら右下の領域を見ていきます。ここでは2つの解き方を説明します。数字の2がある横列の残り2マスのうち、どちらかにテントを配置して数字とテントの数を一致させないといけません。
仮に左側のマスにテントを配置してみると、その周りのマスにテントを配置することができなくなります。そうすると盤面にある木に対してテントの数が足りなくなってしまいます。なのでこのマスにはテントを配置できないことがわかります。もう一つの解き方を説明します。右上のマスに仮にテントを配置してみます。そうすると下のマスにテントを配置することができなくなります。これでは数字の2とテントの数が合わなくなるので、右上のマスにテントを配置できないことがわかります。なので小さな点をつけます。下のこのマスにもテントを配置すると、同様の理由で破綻してしまうので、ここにも小さな点をつけます。一番右下の木からテントを配置して木と結びつけていきます。それぞれの木にテントを一つずつ配置することができました。盤面の外の数字とテントの数が一致していて、テント同士が縦横斜めに隣り合っていないので、これで正解になります。それでは最後に5問のパズルとその答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。